さんは将来のために貯金してますか？どん底ですって宇宙に送ってるわけ。家庭を持ったりとかいうのが女性は視野に入ってくるじゃん。なんなの？超気持ち悪いんだけど、私感触が多いのさこんにちは、上野ありさです。はい、今日はちょっと急ぎ目で動画を回しているので、ソファーの上と光が最悪な状況なんです、ここ。なのでちょっと漏れてないんですが、今月の Q&A やっていきます。はい、ではタイマーをセットしまして、今日はちょっとあまり時間がないのでごめんなさい。いつも30分やってるんだけど、今日は20分にさせていただきたいと思います。ではスタート。ちなみにですね、本日のリップはNARS のアフターグローセンシュアルシャインリップスティック208です。このリップは毎日のように最近使ってて、結構最近使い始めたのにこんなに減っちゃってますね。はい、今回すごい多かった気がするんだよね。たくさんの質問が寄せられていてありがとうございます。で、ほんと 3,4 問だけインスタで答えたりもしたんだけど、光が最悪ですね。これは上で撮ろうかな。待って、今回ってなかったんだけど撮ってたのに。はい、まず1個目、今答えたのは兄弟はいますかという質問で、兄弟はお兄ちゃん、2個上のお兄ちゃんがいて、けど結構性格が正反対みたいな感じで静かな感じなんだけど、家族の集まりとかで集まりというか集まる時とかに会ってる感じです。次の質問が、旅行にたくさん行かれてますが、両替ってしますか？カードでしょうか？円安の今久々に海外旅行に行くのに悩んでいます。教えてくださいということで、私は両替は、例えばバリとかだとキャッシュしか使えないところとかも多いから、そういう国によって買えるんだけど、アメリカとかだともう本当に200ドルぐらいしか持っていかないね。ほぼ使わない、全部カードなのでほぼ使わないので持っていかなくて、ヨーロッパとかもそうだね、そんなに持っていかないかな。だいたい日本円で3万円分ぐらいだけ買えとく感じで、結局余るから基本的にはカードしか使えません。ネットフリックスのセレブリティ見ましたかという質問で、これさ、私セレブリティ見たのね。で、同じ業界じゃん、そのインフルエンサー的なさ、そのインスタグラムとかの中だから、面白そうと思って見たんだけど、これすごい分かれるのね、感想が。私が見た感想、ドラマとしては普通に面白かったんだけど、リアルさゼロじゃんって思っちゃったの。てか、あんなんじゃないんよ、全然。もしかしたらあるのかもしれないけど、そういうなんか落としあったりとかも私は経験したことないし、周りにもあんまり聞いたことないし、そんなブランド物とかもあんなに身につけたらなんか極端じゃん。なんかリアルさが全然ないと思ったんだけど、リアルすぎるとか書いてる人もいるから、私は多分業界にいる身としてドラマとしては普通に面白かったんだけど、リアルさで言うと結構って感じだったから、自分が例えば全く知らない世界だったら普通にドラマとして楽しめたけど、こんなことないっしょみたいな、なんか目線が入っちゃったからあれだったけど、見ました。そう思いました。ちょっと待って3キロ太った後のセーブの仕方知りたいです。そのままキープということで、キープしたくてしてるわけではなくって、キープしちゃってるという感じですかね。3キロ太って未だに、2.5 キロ増のままぐらいだね。気づいたんだけど、間食が多いのさ食べたもの Vlog でみんな見てるから、いや食いすぎやろ小麦粉っていう感じでみんな思ってるかもしれないんだけど、私最近なのよ。1日1個ぐらいはなんか食べてたかもしれないけど、前から最近もう夜ご飯終わった後とかもなんか食べちゃうし、本当に良くないと思ってて、痩せたい。クレンズしようかな。クレンズってダイエットのためにするんじゃないけど、一番簡単に体重が落ちるので、一回きれいにしてから仕切り直したいと思って。でもクレンズするためには夜ご飯の予定とか入れられないじゃん。でも夜ご飯の予定とか入っちゃってるし、旅行も行くし、どうしようみたいな感じで困ってて、簡単に楽に痩せられる方法を教えてください、皆さん。どの頻度で松葉してますかということで、今日もねちょうど行ってきたんですけれども、松葉は散り毛が生えてきたらなんだけど、あとは旅行のタイミングとかに合わせていくかな。これ3週間後に私は旅行があるので、それの前に行きたいから、3週間後に行こうかなって思ってます。はい、いつもいろいろな色のものを身につけてらして素敵です。色の組み合わせを考えるときに大切にされてることありますかということなんですけど、ありがとうございます。今日は黒だけどカラーものがすごく大好きなので、色の組み合わせはでもそんなに意識してないかな。これとこれ変だなとか、なんとなくそのデザイナーやってたから色の組み合わせとかはなんとなくわかるし、自分の好きな好みの組み合わせとかがあるんだけど、あとは不安だったら着てみていけるなとか。でも結局洋服ってどれだけ自信を持って着るかだから、すんごい完璧なスタイリングを着ててももう猫背で自信なくこれでいいかなっていう気持ちでいると、それが反映されちゃうっていうか、だから自信を持って私はこれです、これが可愛いですで着ることが大事だと思います。
目先の幸せばかり見て散財してしまうのですが、アリサさんは将来のために貯金してますかということで、私貯金はめちゃくちゃしています。結構大人の人たちには昔からなんでそんな溜め込むのって言われてたぐらい、堅実って自分で言うのって変？自分のこと堅実っていうの違う？結構欲しいものは買うけど、暮らしの中で削れるとこは削るようにしたり、結構水のように使う人もいるんだよね。けどそれはあんましないかも。なんか高いからやめとこうとかも全然あるし、だから貯金はしてるしっていうのは、何か自分が動きたかったり何かをしたい、じゃあ何か欲しいでもいいんだけど、そうなった時にお金が理由で何かを諦めたくなくて、もちろん諦めなきゃいけないこともたくさんあるし、それが普通なんだけど、それを自分のこともそうだけど、将来子供ができた時にお金が理由で何か子供がやりたいといったことをやらせてあげられなくなりたくないから、そのための貯金と思って若い時から将来の子供のためみたいな感じで貯金してる。でも月にいくらとか別に決めてるわけじゃなくて貯めてます。リサちゃんはルーティン化してる習慣はありますか？ピラティスは週に1回行ってるでしょ。あとはやっぱ朝のコーヒー、朝じゃなくてもコーヒーは必ず1日1杯は飲んでるけど、そのくらいかなルーティン。あとまだ1週間ちょっとなんだけどやり始めて、毎日湯船に入るようにしてるの。褒めてほしいの。最近始めたのそれを今ルーティン化しようと頑張っています。友達と会う時は自分から誘うことが多いですか？自分から誘うことも多いし、誘われてスケジュール組むことも多いし、別になんかその時々かな。でも相手が切り出してくれた方が楽だよね。本当に仲いい、いつものように会ってる、例えば綾乃とかアンナのとかあさみちゃんとか、そういういつも会ってるメンバーとかだったら、今週何曜暇とか、何曜の昼空いてるとか、そういう感じでお互いがそういう感じだけど、たまにご飯行ったりする人とか仕事で会ってさ、ご飯行きましょうみたいになったら相手から言ってくれた方がいい。例えば初めてとかだとさ、温度感が分かんないじゃん。なんか向こうは社交辞令で言ってるのか、行きましょうね行きましょうねで終わっちゃうのかが分かんないから、向こうから詰めてきてくれるとこっちもじゃあいついつ空いてますとかいう風にしやすいので嬉しいよねっていう感じかな。アリサちゃんの MBTI 何ですか？なんかそのイニシャルは忘れたけどエンターテイナーでした。ノンフライヤー買おうかずっと迷ってます。いい感じですか？めっちゃいい感じです。唐揚げも美味しくジューシーにできるし、オーブン代わりみたいにも使えるし、ラザニアとかグラタンとかわかんないけどすごくいいよ。ヘルシーだしおすすめです。私の楽天ルームに私が使ってるやつは載ってます。iPhone ケース何使ってる？これすごい最近これの質問が来るんだけど、ケースはケースティファイでボビー・ブラウンのプレッサーでいただいたやつで、これねケミオくんにもあげたんだけど1個Amazon で買った吸盤です。こうやって鏡とかに貼っつけたりして自分のこと撮ったりとか、なんか見ながらスキンケアしたりとかもできるし、結構そのコンテンツ作るのにこの貼れるのがすごいよくって Amazon で買いました。買うか迷った時一旦考えますか？すぐに買えますか？時と場合によりますけど、一旦考える場合もあるし、高い買い物だったらもう買っちゃえっていう時もあるし、全然答えになってないけど時と場合によります。はい、これ何件が来てたんだけど、20代で大切にしていたこと、やってよかったと思うことは何ですかということなんですけど、20代の時はとにかく身を削って時間を削って人に会ったり人と出会って、仕事もプライベートも 100% でいた私は。でそれがすごく良かったなって思うから、何でもやってみた方がいい。20代って絶対にもう戻ってこないからさ、じゃあ30代になってちょっと何か億劫になっちゃったり、家庭を持ったりとかいうのが女性は視野に入ってくるじゃん。そうなった時にもっと身軽なうちにこれすればよかったっていうのがすごい出てくるから、自分の身を削って、体調を壊してでも私はそうしてたけど、友達に会う時間も私にとっては大事だったから、友達にも会うし仕事も一生懸命やるし、海外にもたくさん行くみたいな、もう 100% で生きてたね。今もその癖は治ってないっていうか、虫が飛んでんだよねさっきから。今もそんな感じなんだけど、あとね、人にとにかく会って人と出会って人と話してたかな。だから人との出会いで結構いろんなことがつながっていくから、私は人好きだったので、過去形になっちゃってるんだけどそれがすごいやっててよかったなって思うことかな。ちょっと今このね質問に対して今日は短いのもあって深掘りはできないんですけど、なんか今度 Vlog のどっかとかで話す機会があったらゆっくりこれも話したいなと思います。お子さんはまだですかということですね。これ悪気ないと思うんですけど、こういうことはあまり聞かない方がいいと思いますなんかわかんないじゃん。私がさ
不妊かもしれないし、私子供欲しいって公言してるけど、まだですかっていう言葉はあんまり良くないと思う。ハートもついてるからもちろん悪気がないと思って、まだかな、アリサちゃんっていう気持ちでね聞いてくれてるのはわかるんだけど、結婚もしっかりだけど、こういう発言が私もつい聞いちゃったりするの。結婚しないのとか聞いちゃったりするんだけど、本当はそれって良くないってたまにすごい気軽に聞いちゃったとか反省することがあるんだけど、その人の人生で気にする人もいるだろうからね、あんまり聞かない方がいいと思います。ちなみに子供は欲しいですよ。じゃあこの関連でね来てた質問。仕事も妊活もうまくいかなくて人生どん底です。ポジティブに生きる秘訣は、みんな子供がいていいな、自分はできないと周りと比べてしまいます。自分らしく生きるコツということなんですけど、周りと比べる必要はない。まずあと、そして妊活がうまくいってなくて仕事もうまくいってなくてすごくね心配なんですけど、多分このねマインドがもっと循環を悪くさせるから、すごい大きな話になっちゃうんだけど、宇宙とでシークレットって本があるんだけどね、それの本みたいな感じで、この宇宙にその自分の宗教みたいな感じじゃないよ、この話をライトに聞いてほしいんだけど、私は仕事も妊活もうまくいってないどん底ですって宇宙に送ってるわけ。それを宇宙があんたどん底ね OK で返してるみたいな、簡単に言うと。だから全然うまくいってないけれども、私は今じゃあ旦那さんがいて家があってこうで難しいんだよ、大変だと思うから、大変な時間、それを宇宙に発信しろとは言わないんだけど、そのエネルギーでいるとそのエネルギーを上から返してくれるんだって。それは本読んで読んだんだけど、だからそれを100信じろとは言わないけど、言霊って本当にそうだから、もう今どん底ですってなってるから、もうそれは OK じゃん。そうなったから一回だから、いい部分に目を向けて、一日さ今日はついてない日ってあるじゃん。あとめっちゃ赤信号に止まっちゃう日とか、それって引き寄せてるんだって。なんでこんなにうまくいかないのを発信してるから、それが来ちゃうから、むずいこれ口で説明すんのだからいいことにもう綺麗事にみたいに聞こえるかもしれないけど、本当にそうなの。だからポジティブなこと、いいことに目を向けて、それを自分の中で循環させると宇宙が返してくれるっていう、すごい宗教みたいな話じゃなきゃそうじゃないのよ。そうなんです。だから伝わったらいいなということで、頑張ってください。仕事も妊活もいい報告を楽しみにしてます。うわないわ。上司に否認しろとか誤解にやめてねとか言われてもう嫌になります。アリサさんならやめますか？やめないし、普通にさ、パワハラ、何ハラ、なんとかハラだよねこれ。何なの？超気持ち悪いんだけど。仕事って別に選んでしてるからって感じじゃない？生きるためにその会社に絶対いなきゃ生きていけないわけじゃないから、別に辞めれるしさ、辞めなくていいと思うけど、上司に言ってほしい。てかこの人マジムカつくから、普通になんか言ってほしいね。別にさ、こっちがじゃあ今子供作る気なかったとしてもそんなこと言わなくていいじゃんって感じじゃない？普通に気持ち悪すぎって感じ。なんとか腹だよね。何腹か、もしこれみんな知ってる人がいたらコメント欄で教えてね。何腹ですって言った方がいいと思うんだけど、マジでありえない。やばい、あと30秒。早いね、20分って。じゃああと3問にしますね。ちょっとサクッと答えられるやつ。シャネル22のバッグって流行り物かな？長く伝えるのはやっぱりマトラッセだと思うということなんですけど、マトラッセの方が長く使えるけど値段が違うから60万ぐらい違うんじゃない？今シャネル22と。で私はぶっちゃけ22の方が頻度で言ったら22買ってから使ってて、それは新しいからとかじゃなくて荷物がたくさん入るからで、あとマトラッセは高くなりすぎてやっぱすっごい丁寧に扱わないとって思っちゃうのが、傷つきにくいわけじゃないから、中とか私傷だらけだしがあるので、全然私は22すごくおすすめ。特にスモールサイズってやつがトートの中でちっちゃいやつみたいな感じなんだけど、もうスモールが最高。マイボトル入るしカメラも入るし、旅行の時もフライトバッグとしても持っていけるんだけど、パソコンは入んないんだけどね、私のは。すごくおすすめです。アリサさんは骨格気にしますか？全く気にしないし、私は何骨格なのかもしれません。自分が着たいものを着て、つけたい色をつけて、だけどイエベかな多分ね。じゃあ最後、ごめんね、なんか今回の Q&A は内容が薄い気がするの。じゃあこれ最後にしますね。いつまでも発信する人でいてほしいですが、ご家庭の環境ベイビーとかでやめてしまうことは考えてますか？ということなんですけど、一切考えてません。かといってじゃあ子供が生まれたからって子供を打ち出してとかいうことも特に考えてないし、でももしかしたら分かんない。本当にね、私ね、妊娠とか出産って未知すぎて、自分の中で
自分がどうなっちゃうか分かんないんだよね。なんかみんな言うの、産む前はそう思ってたよ私だってみたいな、けど産むと本当に変わるからっていう人がいすぎて、最初は産む前はとか言われても、私は変わんないしみたいな感じだったけど、正直問題は分かりませんから。だって子供ができたことないし産んだこともないんだから、産んだ後の経験なんて私には分からないことなわけで、先輩の子たちの話を聞いてるとふむふむって思うんだけど、その時の上野ありさをこう発信していけたらいいなと思って、それって10代から私がやってることで、アメブロから始まりインスタに聞いて、こう常に自分のライフスタイルとか今の自分っていうものを発信してるから、それが親になろうと多分そこは変わらないし、それが私の仕事の一つでもあるから、あと好きだからね、それを無理して私はやってるわけではなくって、全然自発的にできちゃうタイプなので、それは続けていくつもりなので楽しみにしていてください。そしてこれからも見てください。最後の質問にぴったりでした。で今日は結局30分ぐらい答えたんじゃないって感じなんだけど、もう本当に遅刻です本当に遅刻なんですけれども、はい、今日は、今月の Q&A をお届けしました。これは公開される前にね、もうすでに上がってるかと思うんですけど、あさってライブ配信10万人記念の、もう10万人ありがとうとか言いながらもう11万人になっちゃってやーっていう感じで、本当に嬉しくて次は20万人、2億人ぐらい目指していきたいと思います。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。質問ありがとうございました。